今日の動画始まるよ。皆さんこんにちは、八田エミリと申します。先日私のお家にこのアベノマスクが届きました。で、ネットの声とかいろいろ見てみると、マスク自体が小さくて洗濯するとさらに縮んで、なんかあんまり使えないみたいな、そういう声が上がってるっていうのを噂にしました。なので洗濯10回するとどれぐらい縮むのかっていうのを今日は検証してみたいと思います。ちなみにこちらが新品の何も洗濯しない状態のマスクです。こちら測ってみます。13.5 センチかな。13.5 センチでした。人の顔はそれぞれなので参考にならないかもしれないんですけど、私の場合だとこんな感じになります。なんか喋るとずれるとかいう声があるみたいなんですけど、私の場合はあんまりずれません。でも目の下までしっかり隠そうとすると、こうやって動かした時になんかちょっと顎出ちゃうかなっていう少しずれる感じはあります。横はねこんな感じで、もう私の場合はそこまで間は空いてないです。隙間は。アベノマスク2枚届けられるので1枚だけ洗濯してみようと思います。洗濯してきました。1枚目の何も洗濯しないマスクと比べると、これ一応印書いたんだけど、これだけ縮みました。これを測ってみるとだいたい7ミリぐらい縮みました。結構縮みます。で、私の場合つけてみるとこんな感じです。まだ大丈夫かなって感じですね。ここがちょっと縮んだ分ゴムがどんどん引っ張られていくので、ここはどんどんたわんでいく感じがします。では2回目洗濯してみます。1回の洗濯じゃ変化が分かりづらいかなと思ったので、一気に2回洗濯してみました。なので合計3回洗濯した後です。こんな感じです。1回目の線ちょっと目印つけてみたんですけど、2回目もここついてます。こんな感じ。測ってみるとだいたい1センチぐらい短くなりました。3回洗濯してこんな縮むんですね。この縦の部分はね全く縮んでないので、口と鼻は十分に隠せると思います。横だけがどんどん短くなるって感じですね。なので私がつけるとこんな感じ。3回洗濯。鼻先と口隠すぐらいなら全然まだいけます。目の下だったらちょっと顎出るかもぐらい。そしたらさらに2回洗濯してみようと思います。洗濯さらに2回してきました。なので合計5回洗濯した後のマスクです。こんぐらい変わりました。わかるかな？目印のところからはねあんま変わってないんですけど、定規で測ってみるとだいたい新品のマスクから 1.2 ミリ小さくなってます。ではさらに2回洗濯してみようと思います。さらに2回洗濯してきました。なので合計7回洗濯後のマスクです。こんな感じ。さっきよりあんまり変わってないです。もしかしたらこれ以上縮まないのかもしれません。
洗えば洗うほどどんどん縮んでいくっていうのもちょっとおかしい話なので、これ以上縮まなかったら最高ですよね。もう7回も洗ってるので、だんだんちょっと毛玉っぽいのができてきました。私はこのパンフレットの説明のところに書いてあるように、もみ洗いではなく軽く押し洗いをしています。なので本当に優しく洗わないとすぐに毛玉になっちゃうかなって正直思いました。でもね、ここのマスクの分厚さも全然変わんないし、今のところ全然いい感じ。いっぱい使えそう。こんな感じ。ここ隙間が空くって言ってらっしゃる方もちらほらいたんですけど、頬骨が出てる人とか鼻が高い人はここは隙間空くと思うし、本当に人の骨格によって全然変わってくるなって正直思いました。私は今のところ大丈夫そうです。隙間あんまりないです。あんまり変化が見られなくなってきたので、次は3回一気に洗ってきます。なので合計10回洗濯後のマスクを皆さんにお見せします。お待ちください。マスクさらに3回洗ってきました。なので合計10回洗った後のマスクです。こんな感じです。最初の頃と比べてやっぱりそんなに縮まない印象ですね。測ってみると私のマスクではだいたい 1.4 センチほど縮みました。10回洗濯するとこの下の部分も1ミリほど、ここの段差のとこ分かりますか？ 1 ミリほど小さくなってます。私がつけると、よいしょ、こんな感じです。まあ鼻と口は全然十分隠せてますね。ネットでここ隙間が出てくるっていう声も見たんですけど、どうですかね、見えるかな。あんまり私の場合隙間がないです。いい感じいい感じじゃない？喋っても特に上がってきません。で、最初サブチャンネルの方でここ5層になってって言ったんですけど、違ってました。マスクの上の方から見るとここがね5層になってるんですけど、下の方から見るとめちゃくちゃ入ってました。1、2、3、これ二重なので4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、14枚も層になってます。すごい。これすごくない？こんな10回洗濯してもこんな分厚いです。なので結構長く活躍してくれるんじゃないかなって思いました。今回マスク洗ってみて、これはガーゼなので洗って縮むのは当たり前だと思うんですよ。で、1回目初めて水につけた時は結構縮んだなって大きく分かったんですけど、2回目以降はちょっとずつしか縮まなかったです。お一人で使う場合は交互に使っていけばいいので、より長持ちすると思うし、縮んだとしても一番大事な鼻と口が十分に隠れるので、私はめちゃくちゃいいなって思いました。せっかくね、このマスク作ってる方々が一生懸命作ってくださって、国のトップの方々も皆さんにお配りしてるということなので、ありがたく使っていきます。皆さんもお家に届いたらチェックしてみてください。中にはこのマスク使わないっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、このマスク自体はガーゼなので、マスク以外での用途としても使えそうだなと思いました。緊急事態宣言が発令されて5月6日に終わりそうだったのが、今はさらに続きそうな状態になってますよね。それでずっと気を張ってなきゃいけなくて、気分が落ち込んでしまったりストレスになってる方たくさんいらっしゃると思います。この時期は辛いけど、みんなで頑張れば絶対に終わりが来るはずだから、常に危機感を持って、でもお家での時間は楽しく過ごしていきましょう。感染していても無症状の人とかもたくさんいらっしゃると思うので、常に自分は感染者だっていう思いで危機感を持ちながら、外に出たり人と話すときはマスクをして過ごせばいいと思います。あとは手洗いもこまめにしていきましょう。
私はずっと使い捨てマスクを使ってきたので、今回このガーゼのマスクをね久々に小学生ぶりに使ってみたので、懐かしくてなんか嬉しくて気に入っちゃいましたそうなので皆さんもお家に届いたらぜひつけてみてください。みんなで乗り越えていきましょう。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。またねー。